まあどういうふうに、何に使うのかっていうにも分かんなくなっちゃった。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。はい、今回はねちょっとコンパウンドを使って、落ちる傷、落ちない傷っていうのをねちょっとやっていこうかなと思います。でコンパウンド、何かっていうと、研磨剤だよね。削って傷を消すっていう商品になるんだけど、削っても消えない傷っていうのもあるわけさ。そうなると例えばパテを持って再塗装が必要になったりするわけけど、コンパウンドで落ちるんだったら落としたいっていう気持ちもあると思う。でこれはコンパウンドで落ちるのか落ちないのかっていう判断基準っていうのかなっていうのがちょっとあるので、それをちょっと参考にして、今回こちらミラーの方がちょっと傷ついているので、実際に判断してどこまで落ちるのかっていうのを見ていきたいと思います。そしたら早速こちらをご覧ください。こちらねサイドミラーになるんですが、ここがねすごい傷だらけなわけですよ。なんでこうなったかっていうと、僕ちょっと趣味でよく釣りに行くわけですよ。で山道っていうかねちょっと細いところを入った時に、いろんなね、草だったりそういうのが当たっちゃって気づいた頃にはあれすげえ傷が入っているっていうのがちょいちょいある。これがねそもそもコンパウンドで落ちるのかどうかっていうところ、そこは重要になってくるんですが、傷のところに水をこうかけます。わかるかな。ここに傷があるよね、白いのが。ちょっと分かりにくいんだけど、ここの傷は水をかけてもまだ見える傷で、その他の傷は結構薄れてるんだよね。で判断基準としてはここの傷は消えない可能性はあるけど、その周りの傷はどうにかなりますよっていう感じ。この辺とか縦の傷とかパッと見えぐいんだけど、水をかけると見えなくなるわけですよ。ってなると見込みありみたいな、そしたらね、早速ここをね、実際にどこまで落とせるのかコンパウンドを使って作業の方していきたいと思います。で今回使うコンパウンドがこちらになります。ソフト99の液体コンパウンドボディバンパー用っていうので、これ3つセットにねなってる商品ですね。過去にちょっと何回か使ったことあるんですが、3000番傷消し用、7500番仕上げ用、9800番超鏡面用っていう3種類あるので、これを使ってきれいにしていきます。でまず最初に使うやつどれかっていうと、傷がついてる傷消し使おうじゃありません。一番最初に使うのは表面磨き。理由としてはこの一番細かいのを使って落ちるなら他にね影響も少ない。要はこの傷消し用っていうのは、削る研磨力がすごい強いわけですよ。これでいきなりやっちゃうと、周りまでね、影響を及ぼして、その後の修復が大変だったり、その後徐々にこう上げていくんだけど、その作業が大変なの。だから9800くらい落とせんなら9800くらい落としたい。でダメなら7500を使ってみる。で落ちましたってなったら9800をもう一回使って表面磨きにして戻るみたいな、そういう使い方。いきなりこれを使うっていうことはしない。落ちるのかちょっと分かんないんだけど、ここの真ん中のところだけね残りそうな雰囲気はあるよって話。そしたらねまず9800を使ってこの傷ちょっと落としていきたいと思います。で用意するものは拭き上げ用のタオル3枚ね。これは番手によって拭き上げするタオルを変えていきます。で液体コンパウンドの中にこういうスポンジが付属されています。でこれも3つついてくるので、この番手によってスポンジを変えるわけですよ。なので裏面にね例えば9800とか7500、3000って書いておけば分かりやすいのかなと、最初にやっておくといいと思います。で使い方は振ってスポンジに少量つけて均等に磨いていく。で磨き終わったら乾いたクロスで拭き上げるといった感じ。じゃあまず9800番で磨いていく。ここはね養生した方がいいね。プラスチックの部分関係ないところまで削らないように養生をしておくのがベスト。一応ねマスキングテープをしておきます。
でまあこの辺はね傷が入っていないので養生しません。この辺ちょっと気になるところだけこういった感じで磨いていきます。音がねあんま好きじゃないわ。ミラーだったら、まあ、全体的にもうやっちゃってもいいかな。でまあ何でもそうなんだけど、最初にね洗車はしておいて、砂ぼこりとかは除去しておくようにしてください。 OK、 そしたら一旦拭き上げます。どう？ちょっとライト当ててみようか。やっぱりねその最初言った通りここの傷残っちゃってるね。でその他の傷は、まあ、ここら辺も残ってるんだけどだいぶ良くなってる。目立たなくなってるね。そしたら、まあ、若干まだ気になるので番手をね7500にしてどこまで目立たなくなるのかちょっと見ていきたいと思います。はい、続いて7500番でスポンジは変えてください。でこれの方が粗いっていうことは、まあ、傷つけるものと思ってもらって構わないです。まあ、それぐらい慎重にね使う時はコンパウンド入りの商品はそれぐらい気を使ってもらいたい。じゃないとねやっぱ後悔するのは自分、まあ、いきなり粗いので使ってうわやべえどうしようもう導入もなんないよってなるのは自分なので、そこはねちゃんと理解して使うこと。まあ、肉眼で見てもまだここの傷はね残ってるね。そしたら一回拭き上げます。だいぶ良くなったね。この辺の横の傷とかも減ってる。いいんじゃない？僕はもうこの時点でもう結構ね十分ここまでなればなので、まあ、これからね表面磨き9800に戻したいんだけども、一応動画なので完全版を使うとどうなるのかっていうのをちょっと一回見てもらおうかな。そしたらスポンジを変えてねまたこすっていきます。でこれをねこの範囲をね広げちゃうと結構今いっちゃったんだけど、その後の戻しがね大変。なんかそこは気をつけてもらいたいね。相当粗くなったからね見えにくい傷が曇りになる可能性があるね。さっきまでまだツヤが出てたのにあれっていう、その傷があったところを重点的にやっていきます。まあ、これで完全に消えるんだったらありがたいよね。けどまあその本当に納得いくレベル、傷がなくなるまで消えるかって言われたら、まあ、難しいところでもあるし、さっきので止めておけばよかったなってなることもある。 OK、 そしたら拭き上げていきます。3000番用のクロスを使って拭き上げる。ここの傷は若干残ってるような気がする、肉眼で見ると。けどもうないに等しいぐらいまで落ちてるわ。ちょっとライト当ててみよう。ちょっとねもうほんと分かんないレベルだね。すごいけどやっぱ3000番で磨いたからくすみっていうのちょっと白っぽく光沢がねなくなっちゃった。まあこれはもうしょうがない。あとはまた7500に戻して9800にして仕上げていく。まあそこまでやって終了かな。もうだいぶ分かんなくなった。まあ、残ってるとしたら水の時に残ってた傷、そこが虫眼鏡とかで見れば残ってるかなっていうレベルまで来ています。 OK、 そしたら7500に戻していこう。スポンジこれ変えないと本当に意味がなくなっちゃうから、これだけしっかりしてあげて。で結構な範囲をやったのでちょっと7500はこっちの方までやっておきます。戻ってこいつやって感じだね。もう分かんないもん本当に。よかったよかった。 OK、 そしたら一旦拭き上げます。だいぶ傷は減ったね。もうちょっと7500で磨いていきます。一応こっちも養生しとくか。この辺もね。でもう完璧にやるには、まあ、そのマスキングもね僕適当にやっちゃってるんだけど、この辺もしっかりやるようにしてください。そしたら1回拭き上げます。
だいぶなくなった傷。そしたら7500はこれぐらいにして9800に切り替えよっか。最後9800、一番細かいやつ。この辺は結構削ってるから重点的にやってあげる。危ねえ、落としてたらもう9800のスポンジは捨てるしかないかもね。もうちょいで終わりだ作業。オッケー。一回拭き上げしてみます。完全に乾いたタオルでどう、もうわからんよ本当に。ちょっとライト当ててみよっか。わかる？でもほぼわかんないって言っていい。そのレベルまで修復できました。素晴らしい、よかった。あとはもうこのマスキングを剥がしてコンパウンドとかが残っている可能性があるのできれいに洗い流して、もう下地もできているのでそこにコーティングをのせてあげる。そうすれば傷防止にもなったりね、また予防にもなるので、いいね、大満足。この辺にあったはずなんですよ。すごい無数にね。全然わかりません。納得、ほんと納得。よかった。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回ね、このミラーについた傷、コンパウンドで落ちるのか落ちないのか判断してみて、どこまで落ちましたっていうのを、実際にやってみました。消えなかったところあったじゃん、この中間らへん。そこはね、やっぱどうしてもほぼ消えてんだけど、本当にもう厳密はこういうレベルで見ないと分かんない。これはねちょっと近すぎてピント合ってないんだけど、ちょっと自分の目がねちょっと近すぎるんだけど、実際に直すことができました。これをね見てコンパウンド使おうって思った方いると思いますけど、コンパウンドは本当に削ってる、表面を削ってそれをさらに細かくして滑らかにしてってる作業なので、素晴らしいけど甘く見ない方がいいっていうのは正直なところ。例えばね、買ったばっかりの車にいきなりコンパウンドを使うとか、それはもう恐ろしいことだと思う。使い方はね人それぞれだと思うんですが、その削るんだよっていうのは覚えておいてもらいたいなと思っております。それとね、コンパウンドの使い方、一番細かいのから始めてだんだん粗くしていく。でまた戻っていく。いきなりね傷消しを使うとやっぱね、その傷曇りみたいのがねすごい多くなっちゃうので、できれば9800円直したいっていう気持ちで面倒だけど細かいのから始める。これがセオリーだと思います。似たような傷があって、水をかけて落ちそうだなと思った方、細かいやつで本当にやってください。もうそれだけは言える。とりあえずね今回の動画以上になるので、面白いなと思った方是非チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。